ちは、ゴロゴロキッチンのまみこです。私、1ヶ月ほど日本に帰っておりました。おかえりなさーい。謎だけどで、その1ヶ月の間に購入したり、あといただいたり、また購入したりっていう風に繰り返した結果、このようにたくさんの荷物を持って帰ることになったわけですね。まあいつも通りこんな感じでたくさんのラインナップにすごいねなっておりますが、今回はね本当にちょっと自分でこれ一人で持ち帰れるのかなっていう不安で、こうちょっと飛行機の中で寝れるかしらってなるぐらいになかなかでしたね。すごいよね、量は、相変わらず。行きはなんかお友達のマンションの管理人さんとタクシーの運転手さんが全員が一丸となって手伝ってくれたからなんとかなったわけですよ。やっぱりシャルドゴールがやばいなって思ってたのに、なんとターンテーブルに行ったらなんかすごい背の高いフランス人の男性がYouTube をされてる方ですよねって声をかけてきたの。で JAL の人だったの、それも。でだから「そうなんです、ありがとうございます、ところで荷物手伝ってもらえますか」って言って「もちろんですよ」って言って、すごいほら背高い人だから「よいよいよい」ってやってくれて、だからすごい助かっちゃったのね。びっくりしたね。ラッキー、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に皆さんのおかげで持って帰ることができました。はい、まあ全ての荷物にヘビーってタグがつけられたしね。そりゃそうだ。そりゃそうだよ。そうなんですよ。で今回日本に帰ったのは、こちらのためでありましたので、我々の本新刊、ね、おめでとうございます。パリの幸せおこもり暮らしです。でもつーさんこれ初めて見たのね、本をね。よかったよかった。ほらなんかカラフルにしたいなっていう話で、ちゃんと中が黄色になってたりとかね、可愛い感じになってね。ほら写真もすごい色綺麗に出ててよかったなと思って。つーさんの素敵な写真がね、なんかもう皆さん写真が素敵ですって言われてたよ。って感じでね。好評発売中。宣伝。かっこ宣伝。はい、ですね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で今回はすごく重かったのはこのお米。何キロですか？玄米20キロ。頑張りました。頑張りましたね。米は重いねみたいな。でもお米美味しいからね、しょうがないねっていうことで、お米でしょ。でそれからだしもいろいろ買いましたね、この辺。これはなんか Amazon で見てすごい良さそうだなって。とにかくこういうだしって大概アミノ酸とかが入ってたりすることが多いんですよ、酵母エキスとか。でも無添加ですってなってるの。酵母エキスとかアミノ酸は添加物カウントされてないらしいんだけど、日本だとね。でもそれは嫌だから、そういうのが入ってないものをすごい探した結果、これはイワシの煮干しとサバの節、ソーダ、カツオの節しか入ってない。そういう本物の出汁をと思ってこれを買ったでしょ。で同じくこのお出汁のジンのやつもそういう系なわけ。これもやっぱりこっちはマグロの節とマグロの枯れ節と昆布としいたけ、こっちはウルメのイワシの節とサバの節とイワの節の節と昆布としいたけみたいな感じで、とにかく添加物のないお出汁を買ってきました。すごいね、よく見つけてくるね、そのもの。そうっていう感じでお出汁をまず買ったでしょ。でそれからこの私の好きなプレスバターサンド、つい羽田で買っちゃいましたね。これ好きなんだな。すごいプレミアムな感じのこれね、羽田限定なんだって。なるほど、前も言ってたよ、なんかね。そうで今回はラーメンをすごいこの中華三昧にしました。中華三昧が好き。
そうね、マミコ中華三昧好きね。美味しいから。でなんかこの中華三昧が普段はいつもサンラータンメンだけなんだけど、友達のお家の近くのスーパーでセールってやってたからなぬと思って全種類買っちゃった全種類制覇。そうこれはねだから北京風香る塩よくわかんないだから塩系タンメン系でしょ、でこれはマーラータンメン。美味しそう。でしょ、であとこれはオイスターソースの深いコク赤坂璃宮監修の広東風醤油。美味しそうだね。それもいいでしょ、という感じで4種類買ってみましたね。でこれはねお友達からもらったなんか北海道の麺なんだって。これもお土産にもらったじっくり2日乾燥一夜干しあって二夜干しラーメンだって。なんか意識が高い感じのラーメンが多いわね。そう、もうつさんなんか絶対博多豚骨みたいなのしか買わないみたいな。黒醤油とかさ。なるほど、濃いやつね。そう焦がし醤油か。焦がし醤油豚骨みたいなさ。塩ラーメンとか絶対手を触れないからね。やっぱり年を取ってくるとさっぱりしたものがねいいねってことになるんじゃないですかね。でなんかね山梨に行ったから、山梨にうちの実家の父と母を連れて温泉に行ったの。でその際にほら山梨といえばほうとうでしょ。ほうとうなんだけどラーメンラーホー新名物みたいなだからなんかちょっと面白そうと思って麺もね生なのこれだから美味しそうじゃない。確かにラーホーは山梨県笛吹市の新名物です、だって美味しそうじゃない。美味しそうというのも買いましたでしょ。でそれからいつものこちらマグロオリーブ漬けこれはもう欠かせませんねうちはね。そうだね、もう定番。これ美味しいからこれをいつもつーさんのお家にいただいております。ありがとうございます。助かっています。家計が助かっています。で今回はですね結構キッチングッズを買いました。なぜこんなにいっぱい器があるうちにまた器を買うのかという感じではありますがでもこのほらそば直がねどうしてもこの国では買えないので必要なんですね。このそば直サイズはうちはすごいよく使っていて別におそばのタレを入れるだけじゃなくてコーヒーカップの代わりにしたりね小鉢として使ったりとかするからこのサイズ感すごいうちはすごく使ってて結構手持ちのやつが割と割れちゃったりとかしたので今回はこれを買ってきました。これは宮本めぐみさんっていう方のものでこちら岡田さんという方の作品であります。かわいいっていうのを購入したのとそれからじゃじゃーんこれうちほらこれほら前割れちゃったでしょ。割れちゃったんだっけ。そうだから、頭しか残ってなかったのね。そうなんだ。だからもう一回買い直してきました。執念だねそれは。でもこれすごい使いやすいし可愛いから好きなんだもん。ということで鳥を買った。割らないようにね。で他にもちょっとこんなちっちゃい小鉢。かわいい。かわいい。これは原実さんという方と思われます。すごい綺麗なの。ね、かわいいでしょ。素敵。でこんな豆皿も買いました。これは佐々木康弘さん。康弘さん。私。つーさんと同じ名前だ。名前ですね。っていう感じですね。でお椀も買いました。漆の。もうさお椀はやっぱりどうしてもこの辺が白っちゃけてきちゃうから新しく買わないといけないかなということでこれはね、軽くて使いやすそう、やっぱり木の器がいいですね。素敵だよね。っていうのを買いました。でこちらはいただき物なんですがぬきてぱさんというお洋服ブランドなんだけれどそちらでなんかこういった雑貨も始めたみたいでマグカップいただきました。綺麗だね。つーさんと私のに2人分いただきましたよ。どっちがつーさんなの？こっちの方が男っぽいかね。じゃあつーさんのこっちね。そうね。分かった。ということで使いましょう。マグカップはありがたいね。ありがたい。使うからねしょっちゅう。
というものがありまして、はい、でそれだけじゃなくてなぜかこんなちっちゃい泡立て器。泡立て器ね。これはドレッシングとかねシャカシャカってやったりするのと。これは本当はこのサイズが欲しかったら間違ってアマゾンに頼んだ方がいい。まあでもほら、なんか使いやすい、なんか使うよ。まあなんだって泡立てるからね。はい、っていう感じで、はい、今回はこれを買ってきました。ババーン。包丁。はい。なんかうちの包丁本当に切れなくて困っちゃうなって思っていて、でもすごい研いでもやっぱ切れなくて、そしたらお友達が鋼がいいよと。鋼の錬金術師的な。でやっぱ鋼はすごい切れるからいいよっていうことなので、はい、お友達が持っているのと同じ梅地作の包丁を買ってきました。すごいね。シャシャーン。すごいかっこいい。そうでも本当に切れるの友達ん家のやつですっごいシャーって切れるからいいなと思ってて、でもこれはものすごい錆びやすいからもう使ったらすぐもう拭くぐらいにしないとダメなんだって。すぐ錆びちゃう。もうネギ切ったら置いとくとかもうダメだって。もうそうネギ切ったらもう洗う。何でもとにかくすぐ洗わないともう錆びちゃうし跡がついちゃったりするから、スーさんは使わない方がいいね。今分かったよ俺は。使わない方がいいって。そうね。まあつーさんは別にそんな大きな作業しないから普通のやつよ。大きな作業ってなんだ。分かんないけど。っていうので買ってきたわけですね。でこれを買ったので砥石もちょっと新調しまして、友達おすすめの刃の黒幕を買ってきました。刃の黒幕、すごい名前だね。でもこれが一応ね粗いやつがいらないって言われるほどよく刃がついて、粗いのと中ぐらいのとで兼用で使える中砥石なのね。それはいいね。そうでなんかまあこれ1台で全然いいって結構書いてあったからまあいっかと思って、ほんだったらだから仕上げがあってもいいんだけど、まあ別にとりあえずじゃあこれ1回使ってみようと思って。はい、はいでとにかくすごいさっきの包丁はものすごい跡とかがついちゃうから、この関まごろくの消しゴムを買ってきた。関まごろくへっていうブランドなの、キッチンブランドなんだけど、これはなんかだから包丁の刃のところに玉ねぎとか切ると玉ねぎの跡とかついちゃうのよ。だからそれをこうやってカシャカシャして消したりとかするっていうね。もう買いました。はいであと私はこの柳総理のこのトングがすごい好きですでに持ってるんだけど、1個貝印のやつが壊れちゃったからもう1個トングが欲しいなと思ったからこれを買ってきました。トング便利だよね。これねすごく便利なのよ、なんか開きすぎないしだから収納にも便利だし、でも結構ちゃんと開くから普通に大きいものも取れるしすごい使い勝手が良い。なるほどね。ということで2本目です。はい。で包丁を買った時も土地狂ったようにこういうのも買っちゃったよね。なんか便利グッズって見てると欲しくなるよね。それもそうだし、これうちにねあるやつがすごいダメなやつで、こういう風になってるのに、熱いとこに入れるとこれが平たくなっちゃう、ビコーって。あー、なるほど。だからすっごい使えなくて、だから新しいのを買いたいなと思ったわけ、これね。でそしたらこの粗い目もあるなと思って、粗い目と細かい目のやつです。すごいよね。そう、これも同じ木屋さんって、包丁と同じ木屋さんっていうところのやつですね。日本橋。日本橋だからでお箸もいっぱい買いました。じゃじゃーん、お箸好き。そうね、毎回だってつーさんすぐかぶって噛んじゃってさ、割っちゃうんだもん。そう噛んで割っちゃうことちょいちょいあった。2回ぐらいあったよね。だからうちお箸が結構欠乏していたから、で私はこのとにかく先が細いやつが好きなんですね。すごく何度でも言いますが、何度でも言いますね。だからこのお箸屋さんの中でも一番細いのをくれっつってこれにしました。でも可愛い、ほら見て、こんな感じでシンプル、シンプルなのが好きです。はい、はい、というお箸を買いましたね。はい、であとしゃもじも買ったね。おー、しゃもじ。でもこれ立つのかなって思ったら立たなかった。そうね、それちょっと立つの難しいじゃない。
立つんだと思ったのに。立つって書いてあったの？うん、書いてはない。それはなんかここがカーブしてるのが見えなかった。まあでも綺麗な、宮島かなんかで作られているという美しいしゃもじ。なるほどね。はい。で、あと今回の私の中で目玉品だったこれ。美しい。おひつを買いました。このおひつは、いい匂い、木の白木の香りがするんですけど、これは秋田のわっぱで作られているわけですよ。お弁当とかほらわっぱ弁当とかのと同じ作りで作られていて、でおひつって結構もうちょっと普通は深くてこういうちっちゃくてこう深めなんだけど、これは朝型なの。だからそうするとおそうめんとかを入れても気密性が高いから水が出ないんだって。だからおそうめん皿とかにもできるっていうから、この朝型がいいなと。あとご飯もよそいやすいわけ。ほら見て、こんなキューって綺麗になってるから、だから水も漏れないんだって。すごいね。ちょっと高かったけど一生ものだと思って買いました。それでいくらぐらいなんですか？6万円。6万円すごいね。さすがでも普通のおひつももう 2,3 万するわけよ。まあそうだよね。でこれは5から6号4から6号か入るちょっと大きめサイズなの。でもつーさんが最近すごいご飯を食べるでしょ。なんか高校生みたいだねこれ。高校生の息子みたいじゃない最近。でいつもうち4号とか炊くじゃない。3号だよ。4号炊いてるよ。そうなんだ。だから3号だといっぱいいっぱいになっちゃうなと思ったのと、とにかくそうめんが入らないなと。なんでかそうめん推しなんです。そうだ、そうめん推しだねすごいね。そうでこれを買ったですね。でもだからおひつに入れるとご飯がより美味しくなるんだよ。そうなんだ。そう水分バランスがちょうどよくなるから。なるほどね。あとほらちらし寿司とかにもいいでしょ。ちらし寿司。ここに入れて。そうですよね。どうぞとか言って。まあその瞬間あったかなって。で問題はね、この中にまたおしゃもじが入ってた。どういうことだよ。うちおしゃもじ多くない？だからまさかおしゃもじがついてくるとは思わなかったわけ。まあいい、ご飯いっぱい食べるからしょうがない。はい。というのが調理グッズでした。調理？まあだからキッチングッズでした。で今回はいろいろ化粧品をいただいたりもしましてですね、これとか私のお友達の会社のやつですが、カナデルっていう、これはオールインワンなんだけれど、私オールインワンが結構好きなんですね。だからこれ前回も全部使っちゃったんだけれど、プレミアバリアフィックスだって。肌荒れ防止もシワ改善も美白も保湿もマッサージもこれ1個でできるんやて。すごいね。それも敏感肌用なんだって。つーさんも使える。そうね。なんで嫌そうなんだ。いやまあいいんですけどね。とかそういうものをいただいたり、でもってこちらもいただいちゃったんですが、これすごい良いアルティザンパフューマーのラマンっていう香りなんだけれど、ラマンとか言ってほら愛人みたいなこと、だからすごいなんか濃い香りなのかなと思いきや意外とね白檀っぽくて癒される香りなの。濃いとかじゃなくて全然お香のような心落ち着く香りで、こりゃいいわと思って結構気に入ってこれもう使っているすでにっていう感じのものだったりとか、あとはね、私の台湾のお友達がこのお香を作ったよっていうことでわざわざ送ってくれたの。でも日本のアマゾンで売っているんだって。そうなんだ。そう、彼がなぜ突然お香を始めたのかは知らないんだけど、でもね嗅いでみたらすごいいい香りで、ホープ香道っていうんだけど、ちゃんとこの中にねお香立てとかもついてるから、これだけでお香が楽しめるの。こんな感じで入ってて、やっぱセンスいいわねと思って、この箱といい。という感じで私はこの3番という香りが特に好きでした。なるほど、3番。でこんなものをいただいたりとかね。あとこれはつーさんのお母さんからいただいたクッキーなんだけど、
このバスキュールっていうところがすごい美味しいね。このすごい人気だよ。人気店ね。ここのクッキー美味しいから美味しいって言ったらくださった。それはね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。わーいわーいとかね。はい。あとこれも私これはイフっていう私の尊敬しているヘアメイクアーティストの千吉恵子さんがプロデュースした化粧品が発売になったわけで、それをいただいたんだけど、私が好きそうなこのパッケージングの色からして可愛いんだけど、確かにでチークから何からいろいろあるんだけど、私は特にこのねスキンフィルムポアベースっていうのを結構気に入っていて、化粧下地なんだけど SPF50 入ってて、化粧下地なんだけど私はもうこれだけしか使ってなくて、ほんのちょびっとだけでいいんだけど肌伸ばすと割と透明感が出るのね。で下地だから別に粉っぽくならないし、私はもうなんかこれでいいなって感じで気に入ってこれをすごい使っている。千吉さんはそもそもベースメイクがすごい得意でそこを重要視している人だから、それでよくこれが特におすすめなんだと思うな。なるほど。はい、というのもいただいたりとかね。はい、でもってまあいつも通りお蕎麦は絶対買ってくるでしょ。はい、あとねこれはねよいしょ、これは今回新しくアサリの真空パック。いつもアサリの真空パックを買うんだけど、今回は自由が丘ガーデンで買ったのこれで。自由が丘ガーデンで高級スーパーだからさ、なんかアサリがちゃんと大きくてすごいしっかりしてるの。そうね。なんでクーちゃん今頭突きした私のことアサリを食べさせる。アサリ食べさせたいの。だから798円もするのこれ。あ、すごいね。結構高級な。高級な。だからついひよって1個しか買わなかったもっと買えばよかったと思ったんだけど、まあでも一回食べてみてね、そうよかったらまた。でも美味しそうで、だからほら、アサリってさちょっとフランス高いじゃない。それも貝専門店が厳選したアサリを砂抜きして加圧加熱処理しただけなんだよ。ということで、これをね買ってきました。ありがとうございます。美味しそう。はい。で海のものとして同じく桜エビ買いましたね。この桜エビはうちはほら人参の葉っぱのかき揚げにするときにいつも入れるから、桜エビ結構大事なんですね。そうだね。とかね。あとこの不思議なメンマも買った。メンマ？これは大阪に行った時になぜか鳥取県のものを売ってる店があって大阪なのになんか面白いぞと思って入って、これは鳥取県のタケノコを塩漬けにしただけなの。竹と塩しか入ってないの。まあマンゴーはとにかくそういうのが好きね。そうなんか添加物が入ってないものをなるべく探してるからさ。でこれはだから普通に味付けメンマにしたりおにぎりにしたりとか炊き込みご飯に入れたりとかいろいろ使えるわけですよ。美味しそうだなと思って。タケノコ食べれないじゃんこの国だと。だから買ってみましたね。はい。でまあ梅干しもねほらいただいたりとか、これも美味しそうな梅干し。美味しそう梅干しね。あとこの蜂蜜梅干しを友達からもらった。名前はみつこい。みつこいそうでも蜂蜜梅干し美味しいじゃない。そうだね。だからそれをもらったり、あとつーさんのお家のおすすめの梅干しもいつも通りいただいてる。お寿司屋さんで作ってる。美味しいよねこれもね。とかね。でこれもまた友達から勧められた龍角散ダイレクトこれでも友達にも勧められた上他にもこれいいですよって勧められたのでね。確かに喉がイガイガする時とかにこれを普通にガワーって飲むだけなの。でも龍角散ダイレクトだから本当に喉がスーってしてなんか結構いいわけよ。でお水もいらないの。そうなんだ。すごいね。でかつこれのピーチ味って美味しいの。なんならだからこうイガイガした時に。そうだね。いいことずくめだね。だからなんかみんな持ち歩いてるの結構。そうなんだ。だからそうなんかイガイガした時用にってちっちゃいからね。でピーチ味がいいよって言われたのについ何マンゴー味もあるじゃんと思ってマンゴー味も買ったんだけど、こっちはトローチだった。
トローチじゃないんだよってちょっと思ったけど、まあいいや、うん、でもマンゴー味で美味しいのかもしれないから、っていうのも買いました。でもってあとこれね、味しみ刻み揚げ、これ私いつもで買って帰るんだけど、常温 OK なわけ。だから刻み揚げでお味噌汁に入れたりとか、あとサラダに入れたりとか、すごい便利だからいつも買って帰る。でこの味しみ刻み揚げっていうのは初めて見たんだけど、普通にスーパーで売ってたから買ってみた。美味しそうだね。でこれはツーさん家からまたいただいたチキンバターマサラ。これは横浜のタマプラザで愛されて40年以上、アクバルというところのカレーだそうです。美味しい、美味しいのかしらね。多分美味しいと思うよ。でなんかこれはちょっと友達に頼んでおいたんですが、寒天、山梨名物なの寒天って。そうなんだ。知らなかった。で友達と一緒に山梨に行ってた時にいいよって言われて買ったら、寒天って体にもいいしいいんだなと思ったから、ご飯に入れてもご飯が美味しくなるし、あともちろんほらみつ豆とか作る時とかだから寒天としてるのはゼリーとかにもするのもいいし、さっき最近すごい私の中で寒天がブーム。ちょっと古くない寒天ブーム。昔だったよね寒天ブームね。そんなことないよ、寒天の今来てるよ。そう、まあ寒天ブーム。はい。であと日本に帰った間また今年も韓国に行ったから、この韓国春雨を買いました。チャプチェとかにやっぱり韓国春雨ってもちもちしててさ、普通の春雨と違うんだよね。だから美味しいからこれを買ってきた。なるほど。でこれも買ったし、こういうなんか地のりとかもなんか、これはいただき物なんですが、地のりとかこういうやつはいつでもあっても嬉しいよね。これは焼きバラ海苔だから、なんかお味噌汁とかに入れると美味しそうじゃない？うどんとかってやつですね。まあ海藻はいくらあっても良い。でね、最近私の中ではそば茶が来てる。そば茶だってさ、ノンカロリーでカフェインもほとんどないんだよ。でそばだから栄養もあんじゃん。ほうじ茶よりもあと色が薄いから、ほら私歯の矯正してた時お茶だとどうしても歯に色がつくから、そば茶はあんまり色もつかないから、いいわけですよ。なるほど。ちょっとそば茶を買ってみました、私はね。でもやっぱりほうじ茶も好きだから相変わらず一方堂のほうじ茶を買ったんだけど、なんか今もうお茶が原材料不足で、一方堂のほうじ茶お店で1人1個しか買えないの。そうなんだ。そう、それもほうじ茶だけじゃなくて、こういうルースのやつのどれか1つ1個しか買えないの。そうなんだ。そう、それもなんかほうじ茶あれないんですかって聞いたら奥から出てくるの。そんな感じなの？そんな感じでびっくりしちゃって、だから2個しか買えなかった。だって毎日行かないと買えない。そうね。そうなの。なんかやっぱり観光客が多くて、かつ抹茶にほら葉っぱは全部持ってかれちゃってるから、という悲しい現実がここに。ほうじ茶も人気出ればいいのにね。でそしたらますますなくなっちゃう。ますます困るのね。そうだね。っていう。まあでもこんなお茶も買いました、いつも通り。でまあいつも通り薬を買いました。なんかうちいろいろ他のものも試してさ、他のやつもやったけど、やっぱり薬屋だよねっていうことに結論に達したよね。なんで今回は他のものは一切買わず薬湯のみ。一点勝負。買いました。でそれからこれはね、友達から超おすすめされたかったオイスターソースなんだけど、カルディで売ってるんだけど、これ牡蠣と砂糖と塩とコーンスターチしか入ってないの。そういうの好きね本当に。だから、何にもそれ以外悪いものが入ってないのよ。すごくない？ノー MSG、グルテンフリー、ノーカラー、ノーアーティフィシャルフレーバー。すごいね。だからもう友達のお母さんもこれしか買わなくなっちゃったのって。そうなんだ。っていうオイスターソースを買いました。でこの辺りは
やっぱりつーさんが好きなこの柚子とかかぼすもね。ありがとうございます。つーさん好き。柚子とかかぼすはこの国ではさなかなか買えない。まあかぼすはないね。柚子はまあ買うことは可能だけどすごい高いでしょ。そう。だからこれもやっぱちゃんとかぼすジュースストレート他のもん入ってないからこれも柚子ジュースストレート今回それすごい多いね。なんかこだわりが、いつもそういうの気にしてるから。まあそうね、っていうのを買ったり、で韓国に行ったのでまたこのごま油を買ってきました。これはあまりにいい香りなので前回一回開けてキッチンに置いといたらゆっちゃんが油を舐めようとして瓶を倒しぶちまけてキッチンにごま油が全部流れてしまったという恐ろしい因縁のごま油ですね。今年はちゃんとリベンジとしてちゃんとしまわなきゃいけない。そうだね、気をつけないと。でもこれ本当にいい香りですごい美味しいのよごま油。でこっちはえごま油。これは初めて買ったけどえごまの方がちょっとやっぱりえぐみがあるけど、まあその分栄養があるじゃない。オメガ3だよね。だからそれも買ってみた。で今年の私の大きいやつはみりんです。じゃだーん。みりんは前回一升瓶のやつを持って帰ってでそれを地下の荷物置き場から持ってこようとしたらガシャーンって割っちゃったのね。あれ拭くのすごい大変だった。もうあのショックさはないよね。一升瓶のみりんがドボボボってなって、すんごいアルコール臭がすごかったすごかった。大変だった。ということでみりんはだから重くてもちっちゃい小分けにしてきましたはい、でこの三河のみりんは有名だからね、美味しいやつで、これも本みりん、もち米、麹、焼酎しか入ってませんで同じこれも美味しそうだなと思ってこれは福光屋さんの福みりん加賀秘伝純米本みりん。これきっと飲んでも美味しいぐらいだぞ。まみこ前回のみりんが悔しかったんだね。そうなの、もうとにかくみりんじゃーっつって、これは3年熟成のみりんなの。結構濃いよね。そうだね。きっと美味しいよこれ飲んでも。はい。であと今回なぜかすごいごまも来てるの私の中でブームが。で。まあ、単に伊勢丹に行ったらこの京都の有名な山田製油さんがイベントをやってたっていうのもあるんだけどこのごま練りごま黒いごま練りごま両方 500g でもすごいね柔らかくてごまって結構固まっちゃうんだけど練りごまっていい感じで柔らかくて使いやすそうなのよ。でね味見させてもらったんだけどすごい美味しかったの。あ、そうなんだ、いいね。そうでそのごまを買ったら「まあこれもいいのよすごく美味しいわよ味見して」って言われてつい味見したら「あ美味しいですね」とかっていいかもじゃん。そうというかなんなら韓国でごま油買ったんだけどなと思いつつそうね、でもこれは金ごまですごいまたこれもいい香りだった。なんかねお豆腐にかけるだけで美味しいわよって言われてお豆腐ねうまいですねって言って買いますこれも買うってもうねほんと今日ね最終日なんだけどこれでなんか大手を振るって帰れるわありがとうってすごい喜ばれたの。もういっぱい買ってくれてありがとうみたいなそうであとだからこんなすりごまとかも買ったりしてね。なんかとにかくごまは体にいいからつい。そうね、ごますごいね。ごま推しだね。そう、ごまは体にいいから何度でも言う。はい。でしょ。でもってあとねこの山椒の香油っていうのをいただきました。山椒の代わりの油。これもだからきっとお豆腐にかけたら美味しい。美味しそうな感じの油。とか例えばこちらもしじみだしとかもいただいたりね美味しそうだね。あとこれもねこれはね自分で買ったふき味噌山梨のふき味噌なんかふきのとうとかずっと食べてないからさふきのとうねって思っちゃったのついふきのとうもうずっと食べてないと思って、とか買ったりとか、
あとはまあなんかもういっぱいなんかあとカレールーもなんとなくどうしても買いたくなっちゃってついこの横浜のそうね横浜、カレールーまああると便利だよね。あると便利なのね、ついね、まあカレーここから作ればいいじゃんって話なんだけどやっぱあると便利でついね。これは主にツーさんのために買ったようなもんですよ。だからありがとうございます。助かります。ツーさんねスパイスから作るのちょっと厳しいです。そうだよね、だから買いました。あとね私の中では団子も来てる。いろいろ来てるな。なんかみたらし団子とか食べたいなと思って団子粉っていうのこれですぐ団子作れんだと思って、今度トラちゃん来た。トラちゃん団子食べたいの？あ、団子好きそうだな。トララーって、はい、トラちゃん邪魔しないで。はい。あとはなんかまあこの辺のいつもの友達がいつもくれるふるさと納税でお取り寄せしてくれるっていうのをまた今年もいただいた。もうこの海苔が本当に美味しいからさ、自分でも買いたいぐらいだなって思うから、これは本当に美味しい。ということでこれもいただきました。はい。でそんな感じだったわけですけど、イベントをしたので、なんかすごくいろんな視聴者さんからいただき物もしちゃったんですね。いつもありがとうございます。ありがとうございます。この辺りなんかねすごい素敵なお菓子とかいろいろなんか湘南チーズパイとか。マミコ好きそうとかね、なんかこれとかも夏花火パイとかね。ほら北海道のじゃがいも使用のじゃが美味しそう。じゃがころ。ツーさん好きそう。ツーさん好きそうじゃないとかね。あとこんななんか箸置きとかもいただいてたりとかね。あとねこれすごいよ。ほら見て。すごい。何これ。これなんかこれ作ったんだって作ってくださった。すごいね。ゆっちゃん、トラちゃん、くっちゃん。すごくない？なんか写真とかからあれしたのかな。多分そうなんかそうだよね。なんか見たことある表情じゃ見たことある表情。これは確実にわかるね。そうねそうね。だよね。でもすごいくない？なんかこれで作れるんだね。すごいね。とかね。あといつもいただくコレット・ブランさんからまた素敵ななんかミニチュアいただいちゃったのよ。よいしょ。開けてみるぞ。はい。ほら見てかわいい。かわいいね。すごいね。クマと猫とすごいわ本当にこのクオリティ。そうだね。可愛すぎてね。ちょっとまたどっかに飾りたいわ。そうね。特別コーナーを作りたいわね。あと他にもなんかいろいろいただいちゃってもうなんかありがたいでしかないんですね。味噌汁とかね。大切にいただきます。はい。のどくろとかね。のどくろもあるんですね。そう。あと濁り湯の素とかね。濁り湯の素。お風呂に入れるやつとかね。いろいろなんかいりごま、わさび味とかね。美味しそう。おにぎり手巻き寿司に最高ですって。とかね。もうなんかいろいろ本当にいただいちゃったんです。はい。あとはなんかこういうスーさんと私のキーホルダーみたいなのをいただいた。なんか猫柄。猫いるじゃんほら。あ、そうなんだ。確かに猫いるね。とか、あとなんかこんなバッグ手作りバッグ。くるちゃんみたいな。なんかさ、すごいね。いろんなことができるんだね皆さん。そうなの。みんないろんなことがくるちゃんのバッグとかね。すごいな。いただいたりとかっていう感じで買ってきたものをほとんどご紹介しましたが、これも実は買ってきました。それなんか気になってたんですよ。何ですかそれ。ネックレスです。これでもすごい便利で、このパーツを動かせるのこうやって。なるほどね。で、なんなら抜くこともできるの、この一番下の棒の部分を。だからこの真珠みたいなのを後からつけたんだけど、こういう付け替えパーツを入れたりもすることもできるわけで、この部分が動かせるから、これを前にするだけじゃなくて、例えばこれをこうやってこういうなんか短くしたりとかもできるし、これをもうちょっと長くして普通のネックレスサイズにこうやってすることもできるし、でなんならだからこれを後ろにこうやって長く垂らして、後ろが
服が空いてる服の時とか長く垂らしたりもできるし、なんかいろんな使い方ができるわけで、可愛いなと思って、ちょっとずついろんなパーツを増やしていくこともできるらしいわけよ。なるほどなるほど、ちょうどいいこのぐらいの長さのネックレス持ってなかったからいいなと思ってね、じゃあこれ買いますってつい買っちゃったんね。すぐ買っちゃうからなまあでも素敵でしょ。素敵素敵、いいと思うはい、はい、という感じでですね、まあ今回もたくさんのものをありがとうございました。本当にありがとうございます。大切に食べさせ&使わせていただきます。はい、本当にね、いろんな今回は本当いろんなものをいただいちゃってありがたやでございます。まあ今回もだけどね。もだね。はい、という感じですかね。はい、そうですね。はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。はい、じゃあまた次回で、ありがとうございました。さようなら。